んにちは、ガラガラキッチンです。今日は納豆を最初から作ってみたいと思います。ではやってみます。まずはお豆を洗うのでボウルとざるを用意します。で、豆をざるに入れて、よいしょ。だいたい 300g ぐらいとかですかね。あんまりいっぱいおすぎると納豆の量と合わなくなっちゃうので、とりあえず今日は 300g ぐらいを洗っていきます。では豆を洗っていきます。豆は結構汚れているので、水は3回、最低でも3回ぐらい変えてあげてください。でこうやって見るとほら結構汚いんですわ、水がね。よいしょ。でこうやってやってると結構この皮が浮いてくるので、私は皮をこうなるべく絞って捨てています。というのもこの皮は圧力鍋にかける時に結構空気弁を塞いじゃったりすると危ないっていう話なので、まあ全部を取るのは難しいですが、なるべく取ってあげるのが良いと思います。でですね、豆を茹でるのにはうちではこのインスタントポットという電気圧力鍋を使っています。普通の圧力鍋でも全然大丈夫なんですが、うちはこの人なのでピッポパッと押すだけで勝手に電気制御でやってくれるのすごく便利です。で、今回は豆をですね、普通だと一晩お水につけて浸水させるんですけど、それもしなくても煮れるよということなので、それでやってみようと思います。でも、圧力鍋がない場合はやっぱりちょっと浸水しないと煮るのにかなり時間がかかると思うので、普通に圧力鍋を使わない場合は浸水を一晩してからお豆を煮てあげてください。ということでですね、こう音が開けるとこういう音がしますよ。ちなみに閉めるとこういう音がします。うるさいね。はい、この内釜の中に豆を入れていきます。はい、で先ほどの洗ったお豆をインスタントポットの中に入れます。これは普通の圧力鍋なら普通の圧力鍋に入れてください。で豆の量の3から4倍分のお水が必要なので、茹でるにはお水を加えてあげます。ちょっと多めにあるかこうしたことはないので、よし、このぐらい入れとこうかな。これ3倍ぐらいでしょ。はい、で内蓋をよいしょ、インスタントポットの中に入れて蓋をして、はい、閉めて、で圧力をかけていきます。お豆なのでこのお豆ボタンを押してから時間を設定しますが、浸水させてないお豆なので45分かけていきます、圧力を。でこれは圧力鍋によって違うと思うので、お手持ちの圧力鍋調整してください。でお豆が柔らかくなるまで煮ていきます。で豆を煮ている間にその後使うものを熱湯を煮沸していきます。まずボウルと、それから豆を広げるバットと、あとスプーン、これを煮沸をします。このざるは別に熱い豆をあげるだけなので、このざるとそれから煮汁を入れる、これは別に煮沸しなくてもいいです。じゃあまずボウルをこう、熱いので金属のボウルだと熱いので、よいしょ、ちゃんとミットを押しながら全体にお湯をかけて、こんな感じで煮沸します。バットとスプーンも同じように半分、よいしょっとお湯をかけて端っこ持って、よいしょ。この辺は
お好きな感じで煮沸してください。はい、できました。で、圧力がこれ以上かからないように保温になっているので、これを押して、でこのままちょっと置いて、少し圧力が下がるのを待っておきます。でだんだんこの空気面が下がった。よし、じゃあ開けますよ。よいしょ。お、熱々な感じでこれを取り出して、熱いので気をつけて、でこれをよいしょ。この茹で汁はちゃんと甘くて美味しいので、私はお味噌汁に使ったりするので取っておいてます。ちょっと1個食べてみようかな。柔らかい、大丈夫。ということで、この熱々のお豆をさらによいしょ、よく水を切ってボウルに移します。煮沸したボウルに入れて、で納豆菌は熱々の方が活性化するということなので、この熱々のところに市販の納豆を入れます。私は納豆菌を日本から買ってきて通常は使ってますが、普通のお家は多分納豆菌なんてないので、この普通に売ってる納豆を入れて、これを種納豆菌とします。でこれでよくこう全体に混ぜて、納豆菌を2豆に広げてあげます。じゃあしっかり混ぜ合わさったので、これをまたバットに広げます。バットにはあんまり重なりすぎると納豆菌は空気が発酵する時に必要なので、あんまり重ねすぎないように広げてあげてください。ちょっとこんな感じかな。だいたい重なってもマックス3段ぐらいかなっていうことで、私はなるべくあんまり重ならないよう薄いバットに入れて広げてます。はい、でお豆を全体にバットに広げたらオーブンシートをかけます。オーブンシートにするのは、ラップなどだとお水が溜まっちゃって、でお水が納豆にかかると、納豆菌に良くないらしいので、オーブンシートだと水分は外に出てから戻らないけれども、空気はちゃんと通してくれるのでおすすめです。でこんな感じでかけてで、輪ゴムで留めてあげると、後でチェックする時も楽です。こんな感じ。はい、で納豆を発酵させるのには40度に保温しないといけないんですけど、そのためにうちではこの湯たんぽを使って保温してます。ヨーグルトメーカーとかがあればそれで全然いいんですが、うちにはヨーグルトメーカーがないので、この湯たんぽを保温袋に入れてやってます。でこの湯たんぽの中に入れるお湯は60度にしてます。うちはこの電気ケトルでいいよとかけて60度と設定すればいいんですけど、60度にするよっていうのがない場合の方には、お湯と水を足して作る60度になる温度になるよっていうのを、YouTube の説明欄のところに書いておくので、それを見てください。じゃあお湯を作りますよ。じゃあこれをドドドドドーと、なるべく多めに入れた方が保温が長くしてくれるんですが、こういうタイプのやつはあんまりいっぱい入れてはいけないらしいので、程よく入れてしまいます。はい、で湯たんぽはなるべく冷めにくいようにタオルにくるんであげます。うちはもうこれ納豆専用タオル、よいしょこんな感じにして、でこれですね、冷凍食品を入れる保温バッグなのですが、これを保温のために使う。日本だと銀色のなんか保温バッグみたいなのがいいと
でも日本で作んないから。でこうやってよいしょ、なんかこう座りのいいように湯たんぽを入れます。でそこにさっきの納豆をまたこの上にこうやって入れて、もう一個もであまり重ならないようにちょっとこうずらす感じで空気を吸えるようにしてあげて、よいしょして、でこれもさらに、湯たんぽが冷めないようにこの上からもタオルをよいしょとかけてあげて、うちはなるべくこうクッションたちにも参加してもらって温まってもらうスタイル。よいしょ。でこうしてこうしてこの状態で18時間から20時間温めます。でも湯たんぽが途中で冷めちゃうので2回ぐらい、夏だったら1回でもいいかなと思いますが、1、2回湯たんぽのお湯を変えてあげます。さてできてかなということで、よいしょ、確認をしましょうかね。よいしょ、納豆の匂いがプンとしますね。さてさて、よいしょ。おー、いい感じに白くほら納豆できましたよ。はい、ということでですね、出来上がりました。この納豆すっかり白く、表面が白くなって納豆菌が豆の表面にきっちり映っている感じ、きっちり生えてる感じということで、ちょっと食べてみます。よよよよよ。納豆美味しい。でこれなのですが、もう一応発酵は終わったのですが、ちゃんと味をこうより熟成させるために冷蔵庫で2日ぐらいしまっといてあげると、より味が馴染んで良いということなので、そういう風にしてもらえるといいと思います。はい、という感じでしたが、いかがでしたでしょうか。またこれからもいろいろレシピと、それからVlog なんかもやっていきたいと思いますので、こういうものを見たい、こんなレシピが知りたい、動かなかったなどがありましたら、YouTube のコメント欄に書いていただければと思います。ではまた次回にお会いしましょう。ゴロゴロキッチンでした。